皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2024年2月13日火曜日です。今回の動画は、2回目の抗がん剤治療をした後の私の1週間の、副作用の出方、体調の変化などをまずご説明して、その後に今ご覧いただいて分かるようにだいぶ、脱毛が進んできましたので、どのような形でここまでなったのかということと、あと今私がちょっと気にしている白血球の数のことに関してお話ししてみたいと思っております。よろしくお願いします。早速ですけれども、2回目の抗がん剤治療 TC 療法を2月の6日火曜日に行ってきました。実際には外来で行いましたけれども、その時の、詳細な手順っていうんですか、それは前回の1回目と全く同じでしたので、その状態は割愛しますので、まだ見ていらっしゃらない方はどのような手順で外来で投与しているのかということが気になっている方はそちらの動画をご覧いただければと思っております。ただ1回目の抗がん剤治療の時はやはりすごく緊張していて、しっかりしなきゃと思っている部分が多分あったので、随分しっかりしていたと思いますけれども、2回目の抗がん剤治療の時は、もう1回目と同様だということが分かっていましたので、リラックスして、お友達の YouTube などを拝見しながら楽しく過ごそうというふうに思っておりました。ただその時に意識が飛んでしまうことが結構あって、思った以上にYouTube を見れなかった、お友達の動画を見ることができなかったなって思いました。で、その理由としては、まず吐き気止めの薬を飲んでいることで眠気がつくというふうに言われたことと、あとパクリタキセルという抗がん剤、1回目の抗がん剤の部分ですね、3時間かけて投与するものに関しては、アルコールがビール1本分ぐらい入っていると言われていますので、それによって意識が飛んでしまったのかな、フラフラしてしまったのかなというふうに思っています。で、抗がん剤治療を終えて、足を上に上げていたんですね。保冷して上に上げていたんですけれども、その足を下に下ろした瞬間に左足のかかとにビリ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 という激しいしびれ痛さが走りました。あれってドキッとしたんですけれども、その後 2,3 歩進んだ時にはもうその痛みしびれが全くなくなっていたので、一瞬だったので大丈夫かなとは思いましたけれども、それ以外にはそのしびれ痛さは出ていない状態です。ただフラフラしてどうにもならなくって、投与している部屋から、もうすぐのところに夫が迎えに来てくれていたので、荷物を渡して、手すりや杖をつきながらなんとか車までたどり着いたような状態でした。そのぐらいフラフラ感がありました、今回はですね。で、帰った後も、入浴するのはちょっと難しいかなと思うぐらいフラフラしていたので、その日は入浴をしないで休むことにしました。翌々日ですね、投与後1日目2日目は、上半身に、関節痛が走りましたので、痛み止めをもちろん飲みましたけれども、下半身の方はまだ大丈夫でしたから、1日目2日目は、トレッドミルでウォーキング1時間は頑張ってトレーニングをすることができました。で3日目ですね、3日目にもう全身が痛くなって、そして血圧が前回同様一気に上がってきました。で今回は前回のことがありましたので、先に処方されていたので血圧を下げる薬をその時に飲むことができまして、1日その3日目ですね、1日だけ血圧を降下させる薬というのを飲みましたけれども、それによって落ち着くことができました。ただ、3日目4日目は
全身がものすごく痛くて、痛み止めを飲んでも飲んでも効かないので、横になっている時間が多かったと思います。そして、3日目5日目6日目ですね、5日目6日目は、だんだんと痛みがなくなってきましたので、ウォーキング1時間ずつは、やることができて、現在に至っています。で、そんな感じで、私の抗がん剤2回目1回目の、ことを考えると、私的にはですね、私の場合は副作用が関節、全身の筋肉、もう体中が痛くなるっていうことがまず起きるんだなっていうことが両方に共通していることです。そして、血圧が一気に上がるっていうことが起きるんだなっていうことも分かりました。そんな感じですね。で、吐き気とか嘔吐は一切まだ今のところないです。で、これが起きてしまうと今困るなと思うのは、食べ物をあまり摂取することができないので、1回に1人前の量も食べられない、半分の量も食べられない状態ですから、これで吐き気が来てしまうと体力を温存できないかなというふうに思っているので、それは起きないことがありがたいなと今は思っています。そんな感じですね。で、あと、食べる量が減っていることでなのかわからないんですけれども、便秘になりやすいかなと思って、なる前に、マグミットという薬を、夜寝る前に必ず飲むようにしています。これによって、排便はきちっとリズムよく出ていると思います。で、あとですね、質問で多かったのが、しびれですね。しびれのこと大丈夫ですかって、冷やしていてどのぐらい、しびれがなくなってますかという質問をいただくんですけれども、今現在ですね、こうしびれてもう痛くて箸が持てないとか歩けないとかそういうことは一切ないです。ただここ最近ちょっと気になっているのは、ウォーキングを1時間してますけれども、靴の中の足裏感覚っていうんですかね、それが1枚薄い皮1枚自分の皮膚じゃないかなみたいなこう違和感が出てます。ただしびれ痛い歩けないっていうことはまずなくって、感覚はまだありますけれども、なんとなく鈍くなってる、足底がですね鈍くなってるっていう感じはしています。また手の方も、箸が持てないとかナイフフォークスプーンが持てないということは一切ないんですけれども、手先がちょっと皮一枚ちょっと違うかなって思うことが時々あります。その程度ですね。ただもう本当に痛くてどうにもならないということはないので、これから先まだあと4回、抗がん剤治療が残っていますけれども、それも、手足を冷やしてなるべく先に行かないように、させるように努力してみたいなというふうに思っています。こんなところですかね。2回目を終えて今現在の私の体調はだいぶもう回復してきましたので、今現在こうやって、動画でお知らせすることができています。で、2番目の話題として今現在どうでしょう、わかりますかね。この頭皮だいぶ白い部分が見えていると思いますけれども、脱毛に関してです。で、脱毛っていうのは、どうして起こるんだろうって思って以前調べたことがあるんですけれども、抗がん剤っていうのは細胞分裂が活発なところを攻撃するようにできているというふうに書かれていたんですね。で、頭髪っていうのは皆さん健康な人でも髪の毛を洗うと必ず毎日抜け変わっているものだと思うんですけれども、いかがですか。で、そのように細胞分裂が毛母細胞っていうんですかね、毛根の細胞がこう分裂していって、こう代謝がよく変わっていくっていうような部分に関しては、通常の細胞よりも細胞分裂が活発ということになるので、そこに抗がん剤がダメージを与えているということになるわけです。で、頭髪だけじゃなくて眉毛もまつ毛も鼻毛も陰毛も体の毛も全てやっぱり影響は出てきています。少なからず
影響は今も全部出てるんですけれども、まだ眉毛とかまつげとかまだ残っています。でここだけが異常にやっぱりこう頭髪だけが一気に加速して脱毛しているという状態になっています。で、この状態がですね、いつからどう始まったのかっていうことをちょっとお知らせしたいんですけれども、前の動画でですね、血液検査と食事と脱毛というサムネの中でお知らせした時は、まだこうやった時に 1,2 本ずつこう抜けていきますよっていう話をしたんですけれども、その翌日ですね、翌日の2月1日ぐらいから徐々にもう十数本20本以上っていう形でどんどん抜き始めてきました。でその2月1日というのが1回目の抗がん剤から16日目にあたります。でその頃から日増しにですね、毎日どんどん排水口を埋めていく毛の量が多くなって、一番多かったのが18日目19日目20日目、この3日間がものすごい量抜けました。これ多分ここに写真出したいと思いますけれども、排水口が見えないぐらい、もう覆いかぶさって、もう見ていただくと分かるものすごい量だったんですね。この3日間が一番抜けました。そこから、だいぶ抜けてしまったので、そこからもう少しずつ減ってはいきましたけれども、今現在も抜けています。ただここまでこう抜けてくると、昨日の排水口の様子もこちらに出したいと思いますけれども、もう極端に少なくなっています。このぐらいになってます。抜ける量がもう物がないですからね。だから以前と比べて少なくなってきています。で以前はこういったものをかぶっていたんですけれども、このゴムの部分がですね、もうだんだんなくなってくると肌にこう食い込んでだいぶ痛くなってきて、抜ける量もだいぶ少なくなってきたので、夫がもういいんじゃないって、多少散らばってももうそこまで散らばらないからかぶんなくてもいいよって言ってくれているので、今家の中ではこの状態にしています。でこういった帽子ですね、こう脇っていうんですか、際が柔らかい痛くないような帽子を時々、外に出る時はかぶるようにしたいなというふうに思っています。で、頭皮に関してですね、この頭髪に関して、以前は、脱毛が始まったら潔くバリカンでバッと夫に買ってもらおうかなっていうふうに計画していたんですけれども、看護師さんから短くカットしすぎるとあと大変よって教わったんですね。でそれは短くカットしてもその毛は抜けてくるから、こういった衣類の繊維に入ってしまうとチクチクしてその探すのが大変だから、もしカットするにしても3センチとか5センチとか目で見て外せるぐらいの長さを取っといた方がいいよっていうふうに言われたんですね。なんで確かにそれもそうかなと思っています。で、私はどうしようかなと思ったんですけれども、これに関しては、バリカンでやったり髪の毛を短く切ることなく、このままの状態で行ってみたいと思っています。どうですか？後ろわかるかな？今だいぶ来てるんですけど、ちょっと私髪の毛を茶色くしてたので地肌が分かりにくいかもしれないんですけれども、黒とのコントラストがあんまりないので、でもだいぶ抜けているの分かりますよね。で今現在ですね、抗がん剤治療をしている方が、コメントをいただくこともあります。で、これからしなきゃいけない状態なんです、抗がん剤治療をっていう方も脱毛に関して結構質問もいただきます。で、私自身はそれほど気にはしていないんですけれども、やはり女性ですから脱毛に関して、自分だけがこんなに抜けてしまうのかな、このタイミングでどういうふうになっていくんだろう、こんなに抜けて大丈夫なのかなって不安に思っていらっしゃる方も、コメントから見受けられますので、私は今後もこの状態を保っていって、自分だけじゃないですよ、私もみんなそうなんですよ、だから抗がん剤治療が終わったら生えると言われてるんだから一緒に頑張っていきましょうねというメッセージを込めて、この髪の毛をこのままの状態にしていこうと思います。
そして、動画を出すたびに、私の脱毛状態をですね、お見せしたいと思いますので、それで自分だけじゃないなって思っていただけたらいいかなというふうに思っています。で、今現在ですね、頭皮に関してはどのようにしてるかっていうと、基本的には普通に洗いますね。しっかり洗います。で、昔はドライヤーも必要でしたけれども、ドライヤーもかけていませんし、その前にですね、シャンプーは使って洗っています。で、シャンプーを使って洗っているけれども、トリートメントとかコンディショナーっていうのは一切も使ってないです。で、それは毛根の部分に詰まってしまうといけないかなと思うので、それは使用していないです。シャンプーだけで洗ってよく石鹸を流すようにしています。で、ドライヤーは使わないです。で、タオルドライも一時してましたけれども、もうタオルドライしなくても今は部屋の中が暖かいので十分乾燥するので、そのままの状態にしています。こんな感じですね。でこれが今度、全部抜け始めた後、抜けた時には頭皮が乾燥してしまうといけないから保湿した方がいいですよっていうことを、ネットでちょっと調べたんですけれども書いてありましたが、それにはどのようなものがいいのかっていうのを今度、看護師さんに聞いてみたいなと思っていますので、またそれが分かり次第お伝えしたいなというふうに思っております。こんな感じですかね。いかがですか？みんな同じですよ。こんなに抜けてますよ。大丈夫ですよ。これだけ聞いてると思って頑張っていきたいなというふうに思います。そして3つ目、今私が気にしていることは白血球の数です。で、こちらに前にも見せてるんですけれども、血液検査の結果がこう出てるんですね。で、この血液検査の結果で白血球の数とか赤血球の数、血小板の数っていうのが、骨髄が抑制されるということで減っていくんですよっていうことは聞いていたんですけれども、赤血球と血小板に関しては私基準値内に必ず入っているんですね、今のところ。でも、白血球に関しては第1回目の抗がん剤を打つ直前のデータから基準値よりちょっと低めだったんです。で、1回目打って2週間後の検査で低くなって、それが復活して2回目の検査の2回目の投与の直前のデータを見ても1回目と戻っていないんですね。1回目までの値にも戻っていない、戻りきれていないという形なので、このままいくとだんだん戻りが悪くなっていって、もうちょっと空けないと3週間では復活してきていないから、4週間待たないと打てないような状態になってくるのかなという不安が今あります。実際に、3週間ごとと言われていても、血液検査の結果で、4週間後になってしまったという方も実際にいらっしゃいましたので、なるべくそうならないように、定期的にしっかりと、打ってそして無事に終えたいなと思っていますので、白血球の数をどうしたら増やせるんだろうかと思ったんですね。で、白血球が減ると何が悪いのかというと、高熱が出たり、感染症になりやすくなったり、体がだるかったり、喉の痛みがあったりという形で、体の抵抗力がだんだんなくなっていくので、その部分に左右すると言われていますから、今実際はですね、体の中で起きていることで血液の検査をしないと実際には自覚が全くないです。無自覚です。なんで今の状態が全くわからない。ただ体がちょっとだるいなと思うことがあったり、頭が痛いなと思うことはありますけれども、その程度なんですね。だから数値的なものが全くわからない状態です。で、これをなんとか増やす方法がないのかなと思ってネットでいろいろ検索してみました。そしたら白血球を増やす食べ物は基本的にありませんというのが書かれていましたけれども、まんべんなく栄養を取りましょうということですね。それはそうなんですね。ただいくつかのサイトでヨーグルトがいいとかバナナがいいとか生姜がいいと、この3つだけを発見できたので今実践しています。
ヨーグルトとかバナナは通常そのまま食べますけど、生姜をそのまま食べるっていうのがなかなかちょっとイメージ湧かなくて、でお友達から気を使っていただいて蜂蜜紅茶っていうのを送っていただいたんですね。これとっても美味しいんですね。これだけでもすごく美味しいんですけれども、これにちょっと毎回生姜をすって入れて飲んでみたりしています。あと野菜スープにちょっと生姜を入れるとか、そういう形で生姜も取るようにしています。これがどのぐらい効果があるかどうかっていうのは、次の血液検査とかをしてみないと分かりませんけれども、なるべく良いと言われることはやってみたいなというふうに思っています。こんなところです。もし、白血球を増やすのにこんなのがいいよっていうのをご存知の方がいましたら、コメントで教えていただけると助かります。なるべく良いと思われることはやってみたいなというふうに思っています。こんな感じです。で、今現在はですね、ちょうど1週間経って体調もだんだん安定してきましたので、またリフレッシュしてみたいなと思っています。あちこちで春の訪れを感じるような映像も、テレビで拝見していますので、そういったものを見たり、おいしいものを食べたり、またゆっくり温泉に入ったりという形で、いろんなところに、体調と相談しながら、行ってみたいなというふうに思っていますので、そんな動画も次は上げたいなというふうに思っています。もしよろしかったらご覧ください。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。